このチャンネル虹色の朝日では、3歳の頃に軽度知的障害を伴う自閉症スペクトラムと診断された我が家の息子の成長過程をもとに、育児での悩みや我が家の出来事についてご紹介しています。今回の動画では、朝日が誕生してから現在6歳になるまでのこれまでの出来事についてお話ししたいと思います。先日6歳を迎えた朝日の誕生日の様子も合わせてご覧ください。チャンネル登録や高評価ボタン、コメントもどうぞよろしくお願いいたします。うわー、すごい。はじめに朝日の0歳の頃のお話をしたいなというふうに思います。まず0歳赤ちゃんの頃、朝日はもう本当に全く発達障害というような症状が全く見られなかったタイプで、0歳から1歳までの期間というのは本当に定型発達の子どもたちと変わらないような成長曲線だったし、ハイハイだったりつかまり立ちだったりお座りだったり伝え歩きだったり歩行するのも本当に定型発達の子と変わらなくて、まさか発達に問題があるというふうに疑いもしませんでした。赤ちゃんの頃には発達障害の子どもたちの中にもほとんど泣かない子だったり、あやしても笑わない子だったり、視線が合わなかったり、名前を呼んでも振り向かないとか、いろいろあると思うんですけど、当てはまる項目がほとんどなかったんですね。なので、本当に定型発達の子だというふうに認識してました。一つだけ気になるとすれば、言葉がなかなか出ないなというのは感じていました。1歳半の子でも言葉がなかなか出ない子ってたくさんいるので、私も保育士をしていてそういう子っていうのはたくさん見てきたので、1歳半だから出なきゃいけないっていうふうにはあまり感じていなかったですし、言葉が遅い子もいるというふうには思っていたんですが、やっぱり発達障害の子どもたちの特徴にはよく見られる傾向だなというふうには感じていたので、心配している部分ではありました。1歳半検診の時にいつもお世話になっている先生に、小児科の先生に相談をしたんですが、2歳まで様子を見ようというふうに言われました。2歳になっても全く言葉が出なかったので、誕生日も全然喋っていませんでした。言葉が出なかったってどのくらいですかというふうに聞かれることが多いんですけれども、意味のある言葉っていうのが本当に出なかったので、パパとかママとかそういった言葉は全然話してくれませんでした。1歳まではほとんど定型発達の子育てと変わらなかったので、全く違和感を感じてなかったんですが、1歳を過ぎてから徐々にそういった不安というか、手がかかるなということを感じるようになっていきました。とにかく何が大変だったかというふうに言われるとちょっとたくさんありすぎてあれなんですけれども、とにかく手がかかる、こんなに育児って大変だったっけっていうふうに思うほど手がかかりました。朝日の場合は家から脱走することがよくあって、家の近くに公園があるんですが、公園まで自分で歩いて行って勝手にブランコで遊んでたり、公園のジャングルジムで勝手に遊ぶような、そういった姿が見られました。あとはスーパーに行ってもどうしても勝手にどこかへ行ってしまったりですとか、スーパーのレジでお金を払っていても本当にその隙にどっかに行っちゃうなんてこともよくありました。あとはスーパーのお菓子を全部買い物かごの中に入れてしまったりとか、スーパーに行った途端急に走り出して、他のお客さんにぶつかってしまったりとか、そういったことも多く見られました。で、朝日と公園に行ったりもしていたんですけれども、公園に行くと公園からどこかに行ってしまうんじゃないかっていう不安がずっとあったので、もう一時も目を離すことができなかったです。実際に公園にいたはずなのに全然違うところに行ってしまうなんていうこともありました。公園に連れて行っても、遊具でいろいろジャングルジムだったり滑り台だったり遊ぶんですが、どうしても滑り台とかってなると順番を守らなければいけないというルールが出てくるので、そういったルールに従えない、どうしても他の子を押しのけていってしまったり、そういったこともよくありましたそれを止めようとすると感触を起こしてしまって、ギャーッと後ろにのけぞったりですとか、本当に周りの視線が気になってしまうほど、私自身がストレスを感じるなら公園に行くこともやめようと思ったり、誰もいない公園で遊んだり、みんなが帰った後の夕方5時6時過ぎたあたりから公園で遊んだりそういったこともありました。
もう本当に朝日と一緒にどこかへ出かけるということが私自身の子育てのストレスになってしまって、私自身も引きこもるようになってしまったので、スーパーだったりそういった買い物もできるだけ一人で行く、で買い物に行って買い物終わっているんだけれどもなかなか家に帰れないというか、一人でスーパーへ買い物に行くっていう時間が唯一の息抜き買い物終わってるのに車に乗って1時間ぐらい過ごして車の中で泣いてリセットして家に帰るなんてこともありました。その他にも偏食というものが見られるようになって、朝昼晩ずっとお米白ご飯の生活だったり、うどんを食べてたりホットケーキを食べてたり、全く野菜なんかを食べてくれることがありませんでした。そんな中1歳半検診を迎えて、心配だったことを先生へお伝えして、当時は個別の検診だったので他の子どもと比べるような環境ではありませんでしたので、他の子との違いに気づくことがその時はできなくて、集団の様子を見ることができなかったので、言葉の遅れくらいかなということで先生と2歳まで様子を見ようという話をしていました。じゃあ朝2個選んで好きな色。赤とピンク。オッケー。お母さん、はい。お母さん、朝さ、お母さん、朝からもう食べたいんだけど。ハッピーバースデーせんでいい？する。で、食べたいの。さあ、ろうそく暗くしたら映るかな。ちょっと暗くするか。朝日が2歳8ヶ月の頃に幼稚園未就園児クラスに入園しました。当時は、おむつも外れてなかったですし、言葉も話さなかったので、不安な面はたくさんあったんですが、いろんな刺激があって言葉が増えたり、お友達とコミュニケーションを取ったりと、たくさん成長が見られるんだろうなというふうに思って期待していました。しかし現実は幼稚園で集団生活が送れないという現実が待っていました。当時朝日の特徴がどういったものだったかというと、例えば教室から脱走したりですとか、朝の会だったり、制作活動だったり、絵本の読み聞かせの時に席を立ってしまったり、幼稚園の送迎バスも座っていれなかったり、あとは給食も偏食があったのでお弁当を食べてくれなかったりして、一緒に食べているお友達の邪魔をしてしまったりするので、みんなと一緒に給食を食べることができなくて、朝日だけちょっとみんなの席とは別の場所に移動させられて、一人でポツンと食事をとっていました。私はそういった状況を園から聞かされていなかったので、それを知らなくて、他の保護者の方から送られてきた動画で知ることになって、当時すごくショックで、その映像を見た時は本当に一日中家の中で泣いていて、どうして一人で食べなきゃいけないんだろうっていう風にすごく落ち込んでいました。3歳の誕生日会が幼稚園で行われたんですが、他の子はお名前が言えるんですけれども、朝日だけちょっと言えなくて、先生から名前を呼ばれて「はい」と返事をできるのが、精一杯でした。私も誕生日会は当時見に行っていたんですけれども、やっぱり他の子と比べてしまう自分がいて、どうして我が子だけできないんだろうとか、周りの保護者の方からどういうふうに思われてるんだろうかとか、すごく周りの目を気にして見てるだけですごく胸が苦しくて、涙が出そうになるのを我慢していた記憶があります。明日は朝日の誕生日。そうです。正解。何歳になるの6歳。 6歳だね。正解。まだみんなは5歳。朝日くんは6歳になる。すごいかっこいいね。明日何食べたい？あたた高いたが嫌いなトマトでいい。トマト？ちっちゃいトマトがいいかな。誕生日のご飯は何がいい？鮭おにぎりで。鮭おにぎりでいいの？ 8人。お誕生日券今日なんかもらえるかもしれないね。お誕生日もう終わったけどさあ、誕生日会もそうですが、とにかくどこに行っても目立ってしまうので、運動会だったり発表会もものすごく目立っていました。
運動会ではみんなでこう遊戯をするシーンもあったんですけれども、一人だけもう本当に棒立ちで、補助の先生がつきっきりの状態ではあったんですけれども、本当に何もできない運動会でした。運動会も本当に当日見に行くのをすごくドキドキしていたんですけれども、幼稚園側からは朝日が私たち親の存在に気づくと集中できない可能性があるので、別のわからない場所から見ていてください、気づかれないように見ていてくださいというふうにお願いされて、私は本当に木の陰に隠れて遠くから朝日の様子を眺めてました。遠くから見ていても本当に朝日ができていないことが分かって、朝日は本当に棒立ちで肩をゆすりながら泣いていたので、その姿を見て本当に私自身が泣いてしまう、そんな運動会でした。3歳の発表会も初めての発表会も本当に運動会がそういう状況だったので、踊れるんだろうかってすごく心配でした。当時感覚過敏もあったので、練習中衣装が着れないとか、帽子がかぶれないとか、お面がかぶれないとか、そういったことも多々あって、幼稚園からの連絡で今日は衣装が着れませんでしたとか、ステージに立てませんでしたとか、そういった報告を聞くと本当に発表会ちゃんとできるんだろうかってすごく不安だったんですけれども、なんとかステージ上で踊る姿が見れたりとか、お友達と同じようにはできませんでしたけれどもカスタネットを一生懸命叩く姿が見られたりとか、他の子のようにはうまくできない部分もたくさんありましたが、運動会から比べるとそれなりのすごく成長が見られて、ただ私はそういった成長に喜んであげることができていなかったなというふうに反省しています。当時はなかなかその朝日のことを認めてあげれる余裕がなくて、一生懸命頑張っている姿を心の底から褒めて認めてあげることができていなかったなというふうに思います。今となればもっとたくさん褒めてたくさん認めてあげて自信をつけてあげればよかったなというふうに母親として反省するべき点が本当にたくさんあったなというふうに思います。どうしても当時は他の子と比べることしかできていなかったので、今となればもう朝日は朝日でいいんだ、朝日の成長を喜んであげることが一番だ、そういうふうに思うことがなかなかできませんでした。それでも幼稚園の初めての発表会は大きなステージで朝日なりに一生懸命頑張ったなというふうに思っています。そんな成長は見られたんですけれども、幼稚園の方からは未就園児クラスから年少クラスへの進級が難しいという話を受けました。退園してくださいというふうには直接言われたわけではないんですが、何度も面談をして朝日がこの幼稚園に通うことは難しいんだなというのを思いました。通っていた幼稚園もみんなができる、みんなが必ずできるっていう言葉を合言葉に取り組まれている幼稚園でもあったので、どうしても朝日という存在はそういった列を乱してしまうというか、みんなができるんだよっていう園の方針を妨げるような存在で、どうして低型発達の子どもたちと一緒に朝日は園生活を送ることができないんだろうっていう自分の中での悔しい気持ちと、朝日にとってベストな環境はここじゃないのかなっていう自分なりの葛藤がそういった2つの感情がぶつかり合って葛藤する日々を送っていました。お誕生日明日何食べたい？ハンバーグでいい？エビフライだ。エビフライ？エビフライがいい？ようん。し、じゃあ明日エビフライとハンバーグにしよう。ご飯がいいんじゃない？ご飯とハンバーグとエビフライとケーキ？うん。よし、じゃあ朝日の食べたいエビフライとハンバーグにしよう。そしてそれから私たち夫婦は何度も話し合って、退園するのか退園しないかや、診断を受けるのか診断を受けないのかというところを、夫婦で何度も話し合いました。結局私たちは、幼稚園を退園して新しい保育園へ転園しました。その保育園は少人数の保育園だったので1クラス8人程度の小さな保育園でした。クラスには補助の先生もいてくださって、朝日のことをいろいろとサポートしてくれるとても理解のある先生で、本当に転園してよかったなというふうに思っています。それでも年少の時もまだまだ手はかかる状態で感触もありましたし、床に頭を打ちつけるような感触もありましたし、おむつも取れてませんでしたし、言葉もそんなに出ていなかった状態でした。なので
保育園に転園してからも運動会では下輩の先生がずっとつきっきりでしたし、運動会も最後まで参加することができずにおもちゃが置いてある場所でずっと遊んでいたりとか、最後まで運動会に参加することができませんでした。発表会も当時の朝日はまだまだ感覚過敏があって手をつないだりですとか、あとは大きな音に対する過敏な部分があって、発表会の本番の途中にステージの端に座り込んだりですとか、ステージ上に寝転んだりですとか、本当に目立っていました。この時は周りの保護者にも朝日の発達の障害のことを伝えていなかったので、そういうふうに朝日がどういうふうに思われてるんだろうということを気にしながら発表会を見守っていました。そんな朝日も年中さんに進級してから5歳くらいになってから本当に急に言葉が増えて、たくさんの成長も見られるようになってきました。特に運動会だったり発表会っていうのはもう本当に最初から最後まで下輩の先生なしで最初から最後までしっかりと一人で参加することができたりですとか、決まったことをしっかりとこなせるようになっていました。定型発達の子どもたちからすれば運動会に参加することも発表会に参加することも当たり前のことかもしれないんですけれども、朝日にとってはすごく成長した部分で、ただただそこにみんなと同じようにみんなと一緒にその場にいるっていうことは、親としてはすごく感動してしまって、その朝日が頑張る姿に家族みんなで「すごいね」っていう風に喜んで感動しました。朝日が3歳4ヶ月の頃に正式に自閉症スペクトラムという診断がおりました。当時幼稚園で集団生活を送れないということから、なんとか幼稚園で過ごすことができないかなというふうに考えていて、診断を受けると幼稚園の先生の加配をつけることができるという話を聞いて、朝日も加配をつけたらもしかしたら幼稚園で過ごすことができるかもしれないというふうに思って診断を受けようというふうに思いました。ただ加配については自治体だったり幼稚園の対応が違うので、幼稚園の加配をつけることは実際はできませんでした。そういった公的な支援を受けることで少しでも子育てが楽になれたらいいなというふうに思って診断を受けようというふうに思いました。何よりも私自身、そして朝日自身がその診断名と向き合って、自分にとって苦手なことはこういうことなんだとか、こういうふうに対応すればできるようになるんだとか、診断を受けることでこの先の人生が少しでも生きやすくなるんじゃないかなというふうに考えたので診断を受けようというふうに思いましたし、診断を受けてよかったなというふうに思っています。子育てをしていく中でどうしても診断名が出ていることと出ていないことで受ける対応が違うこともよくあるので、実際に診断を受けて私自身後悔していることはありません。保育園年中の頃に小児自閉症評定尺度CARSというものを検査を受けました。その時にも、軽度の自閉症というふうに、詳しく診断結果が出たんですが、そちらの検査については興味のある方は、動画を出してますので過去の動画で見ていただければと思います。診断の予約というのはすぐに取れるものでもなく、どの病院に連絡しても半年ほど待たなければいけないというふうに対応されたり、新規の対応はしてませんという回答だったり、なかなか診断をすぐに受けられる環境ではありませんでした。どこも本当に予約がいっぱいで、半年ほど我が家も待ちましたし、実際に予約をしてから診断が下りるまで約半年ほど待ったような気がします。診断には幼稚園からいただいた資料を持って行ったりですとか、母子手帳を持って行ったり、これまでの朝日の問題行動なんか私の方から先生の方へお伝えして、診断というのはもうその場ですぐに息子さんは自閉症スペクトラムでしょうというふうに診断名がおりました。その場で簡単な自閉症スペクトラムに関する資料をいただいて、あとは先生から薬の処方についてもいろんなお話を聞いていたんですけれども、もうその時はそういった先生の薬の話とか耳に入ってくるような状況ではなかったですね。
診断を受けた時は療育へも行ってましたし、幼稚園からも朝日の問題行動についてお話があったりしていましたので、自分の中では、発達に問題があるんだろうなというような予測もしていましたし、そういった診断を受ける覚悟もできていたつもりではあったんですが、やっぱり実際にそういうふうに診断名が下りると、やっぱりそうなんだという気持ちもありつつも、これから先この子をどうやって育てていけばいいのかとか、これからもこの子を変わらず愛情を持って接することができるのかとか、いろんなことを考えて、私に発達障害児の子育てが本当にできるのかという不安もありましたし、将来この子はどういう風になるんだろうとか、学校は行けるんだろうかとか、将来仕事はできるんだろうかとか、好きな人ができて結婚はできるんだろうかとか、ずっと私は朝日につきっきりでお世話をしていかなければいけないんだろうかとか、そういった不安があったんですけれども、先のことを考えたところで現実が何か変わるわけでもないんですけれども、毎日子育てをしていく中でそういった不安がふと頭の中をよぎって急に涙するようなこともあったり、発達障害児の子どもの子育てをこれからしていかなければいけないという現実に不安がよぎったり、変なプレッシャーに押しつぶされそうになってしまったり、そういった日もありました。ご飯食べて、ケーキ食べて、エビフライね。エビフライね。よかった。エビフライ明日頑張って作ろう。じゃあお母さん。やった。嬉しい？とっても嬉しい。とっても嬉しい。よかった。プレゼントは？プレゼントか。僕はいらないプレゼント。いる。何にしようかな。何にしようかな。アイコニックのケーキだね。そうだよ。フォートナイトのアイコニックのケーキお願いしてるよ。ちょっといけないって。先生はいけないって。そうだね。じゃあお誕生日会のことを先生にお話ししてあげたらいいじゃん。ね。診断を受けてから朝日は療育手帳を取得しました。療育手帳の取得をするときは児童相談所の方へ行って、専門の方から検査を受けて、療育手帳を発行していただきました。療育手帳を実際に使うシーンはそんなにたくさんあるわけではないんですが、いろんな公的な支援を受けることができて取得してよかったなというふうに現在思っています。取得をして後悔していることは今はありません。療育手帳に対する偏見もありませんでしたし、私は本当に療育手帳を取得してよかったなというふうに思っています。私は現在 YouTube でこういう風に発信するようになって、我が家が発達障害の子育てをしているということはいろんな方に認知されているんですけれども、数年前までは本当に誰にもそういったことは話せなかったですし、周りに相談する人もいませんでした。障害があるということに、抵抗もありましたし、それを恥ずかしいと思っている自分がどこかにいたからです。現在私たち家族は息子の障害のことを恥ずかしいとも思っていないですし、そういった障害のことをいろんな方に理解してほしいというふうに思っています。なかなかカミングアウトができないという方もたくさんいらっしゃるとは思うんですが、私自身前向きにいつからこうやって子育てができるようになりましたかといった質問をいただくこともあるんですが、いろんな方にカミングアウトをして、そこからやっと前向きに子育てができるようになったのかなというふうに思っています。それは私自身のことをたくさんの方が支えてくれたということもあるからです。そういった方に一人でも出会うことが子育てをする中でありがたい存在だなと感じています。周りの友人にカミングアウトをするまではもう本当に公園で普通に遊んでいる家族が羨ましかったり、スーパーで普通に買い物をしている親子が本当に羨ましかったり、本当に当たり前のこと、普通の光景が羨ましくて、公園でもなかなかゆっくり遊べない、スーパーに行っても落ち着いて買い物ができないという生活をしていたので、もうそういった普通の親子に憧れてました。
だからこそそういった光景を目にすると余計に自分の子供が障害があるっていうことを周りのママ友にも言えなくなってましたね。それでも幼稚園時代からの仲のいいママ友は本当に私たち親子のことを理解してくれてますし、こうやって YouTube で活動していることも応援してくれたり、朝日は朝日のママだよというふうに障害が分かっても、朝日は朝日として受け止めてくれているので、昔と変わらず朝日のことを可愛がってくれるので、そういった彼女たちの優しさに支えられてます。朝日は3歳の頃から療育へ通うようになったんですけれども、個別の言語訓練を、月に1度行っていました。当時はエッグアウトだったりやり取り遊びだったり、2ピース3ピースのパズルをしたりと、朝日の好きなこと、興味があることを先生がたくさん見つけてくださって、そこから言葉が少しずつ増えていきました。言語訓練では動物や果物の絵カードを使ったりですとか、朝日の大好きなしまじろうを使っておままごと遊びをしたりですとか、先生とやり取りをしながら覚えた言葉をどういうふうに使うのかっていうのを身につけていったように思います。当時、幼稚園の先生に家庭でできることって何かありませんかというふうに相談したところ、毎日少しでいいので絵本を読み聞かせをしてあげてくださいというお話をいただきました。とはいえ朝日当時は全く絵本に興味はなかったですし、読んでも全然聞いていないような状態だったので、もう本当に読み聞かせの意味があるのかわからないと思っていたんですが、次第に少しずつ絵本を見てくれるようになってきて、ちょっとずつ一緒に絵本を見れるようになって、それもとても嬉しかったです。言語聴覚士の先生からおすすめされた絵本なんかもいくつかご紹介していますので、概要欄のリンクの方に貼ってますので、よかったらご覧ください。また私の動画では療育を受けるにあたっての手続きだったり、療育の見学の様子だったり、過去の動画で投稿してますので、よかったらご覧ください。今日は朝日のリクエストでハンバーグとエビフライにしてみました。で、解析で今日ね6時間。そして6歳の誕生日を迎えて、現在は来年度より小学校に入学するので、就学準備を現在行っているところです。我が家は4月に就学相談に市役所の方へ行ってまいりました。教育委員会の方と私と一緒にこれから朝日の進路について相談してきました。これまでの朝日の成長過程を見てきて、朝日にとってベストな場所がどこかというふうに考えて決めていきたいなというふうに思っています。今の私の気持ちとしては、知的面のことを考えて朝日のペースで学べるように特別支援学級を考えています。今年7月に小学校の方へ特別支援学級と普通学級の見学へ行ってきました。現在の様子を学校の校長先生や教頭先生や支援学級の先生へお伝えして、各クラスの様子を見させていただきました。特別支援学級には情緒クラスと知的クラスの2つがあって、本当に教室自体も学びやすいように環境が整えられていて、朝日が学習しやすい環境だなというふうに感じました。一番は朝日が学校が楽しいと言って通ってくれることを一番に願っています。実際に進路が決まるのは11月から12月にかけて行われる教育支援委員会によって決定するようになっています。そういった通知を参考に朝日にとってどこで過ごすのが一番いいのかっていうのを家族でしっかり決めていきたいなというふうに思っています。療育は今年度いっぱいで、卒業することになるんですけれども、1年生になったら放課後等デイサービスを利用したいなというふうに考えています。現在は家庭でできる学習方法なんかも楽しみながら取り組んでいるところです。これからどういうふうに学習していけばいいのか、家族でみんなで工夫しながら取り組んでいけたらいいかなというふうに思っています。発達障害の朝日を子育てする中で知らなかった世界を本当にたくさん見せてもらって、
母親としても本当にたくさん成長させてくれる存在です。これまでの育児では気づけなかったことに気づかせてくれている、本当に朝日の世界を私も一緒に楽しませてもらっている毎日です。朝日が5歳の誕生日を迎えたことをきっかけに YouTube への投稿することを始めました。この1年間で本当にたくさんの方との出会いがあって、いろんなアドバイスをいただいたり励ましてもらったり、仕事をしながら投稿していくのは本当に大変ではあるんですが、皆さんからの励ましのメッセージをいただくだけでここまで1年間やってこれたなというふうに思っています。また新たなきっと課題なんかも出てくると思うんですが、そういったことも視聴者の皆さんと一緒に乗り越えながら子育てしていけたらいいなというふうに思っています。こういった成長というのは本当に朝日のゆっくりのペースではあるんですけれども、ゆっくりではありますが成長していくんだっていうことを自分自身がちゃんと感じれるようになって、その成長を喜べるようになって、やっと自分なりに発達障害である朝日のことをしっかりと受け入れるようになってきたんだなというふうに思っています。本当に3歳の頃は発語が本当になかった朝日だったんですけれども、これまでの3年間療育でお世話になって本当にたくさんの言葉も増えましたし、それだけではなくて他人との関わりだったりコミュニケーションが取れるようになってきたりですとか、言葉だけじゃなくてその他の成長面もたくさん見られるようになりました。正直3歳の頃は子育てを諦めている部分もたくさんあって、朝日と一緒に遊んでも反応が返ってこない悲しさだったり、朝日に何かを伝えても理解してくれない辛さだったり、子育てに対して自信がなくなったり、もうこの子とどういうふうに向き合っていいかわからないといったことも、たくさんありました。でも3年間諦めずに先生たちと一緒に支援していくことで、現在朝日はいろんな言葉を話せるようになりましたし、本当にゆっくりではありますが朝日なりに成長している部分はたくさんあります。もちろん定型発達の子どもたちと比べると遅れている部分はたくさんあります。でも3年前と私自身が考え方もちょっとずつ変わってきて、母親としても少しずつ考えが変わってきて、障害があっても朝日らしく成長していくこと、朝日が好きなことを見つけていくこととか、障害が分かって3年間経ってやっと私自身も朝日の障害を受け止めれるように少しずつなって、いろんな方からも助けてもらえるようになって、子育てがすごくしやすくなったなというふうに感じています。でもそれは私自身が一人ではできなかったことで、やっぱり周りの方からのサポートがあって発達障害児の子育てができるということをいろんな方に知ってもらいたいなというふうに思っています。おそらく一人ではこれまで朝日の成長をここまで成長させることができなかったと思っています。見て見て見て、触っちゃダメだよ、まだ。だ？いくよ。いきますよ。これだよ。これはいくよ。これはじゃじゃアイコニックだ。これからもこのチャンネル虹色の朝日を応援していただけると嬉しいです。次回の動画もぜひご覧ください。Faithful God, and you're always for me. And I just wanna say thank you, thank you, thank you, thank you. All my praise is yours, I give you glory. ありがとう。いいわだ。